こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はもっと詳しくということで、多くの企業で従業員採用時に使用している使用期間についての取り扱いを解説をしていきたいと思います。多くの会社で使っている使用期間ですけれど、こちらに関するトラブルというのがやはり多く出ておりますので、この使用期間とはそもそもどのようなものなのか、そして使用期間をめぐるよくあるケースというのを4つ取り上げまして解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、使用期間とはそもそもどのようなものなのかについて解説をした上で、そしてこの使用期間をめぐる4つのよくあるケースについて解説をして、最後に注意点とまとめという形になります。まずは使用期間とはどのようなものなのかですけれど、最近人手不足ということもありまして、多くの企業で採用という戦略を見直している。それに伴って新卒採用の強化、そしてインターンシップへの参画。こちらの会社も増えています。また一方で、新卒採用が難しくなってきたので、中途採用を強化をするという会社も多くなっているのではないでしょうか。そんな中でですね、どこの会社でもやはり新卒採用における使用期間、中途採用における使用期間というのを設けている企業が多いかと思います。そしてこの使用期間、どのくらいの期間を定めているかを聞かれるのが、使用期間終わったらすぐ解雇してもいいんでしょというような内容のことを聞かれることもあります。では、この使用期間ですけれど、この定義を考えてみたいと思います。この使用期間に関しましては、法律上の定義はありません。したがって一般解釈、通念として採用労働者の能力ですとか、適性を見極めるための本採用前に設けられる一定の期間と考えられていることが多いのではないでしょうか。したがって本採用前の見極めによって本採用を検討するというケース。では、この使用期間とはどのような期間、どのくらいの長さを設けているのかというと、定義がないこともありまして、もちろんその期間の定めというのもないという状況ではありますけれど、多くの場合はですね、3ヶ月から6ヶ月としている会社が多いのではないでしょうか。そして、この使用期間、定義がないんですけれど、解釈における法的性質としてはですね、解約権留保付雇用契約ということで、会社が解雇の権利を留保した状態の雇用契約というように考えられております。このような使用期間ですけれど、実に多くの企業で採用されておりまして、導入率 90% と言われております。なおかつですね、正社員雇用においては 70% を超える企業が使用期間の設定をしているというようなデータもあります。この使用期間、なぜ会社は設けているのかという、このメリット、デメリットについて見ていきたいと思いますけれど、まずこのメリットにつきましては、企業側として、やはりどのような人材か、まだわからないという状況の中で、採用後の今後の就労におけるミスマッチを減らしていく取り組みの一つで使用期間を設けているというふうに考えられます。また、一方で、労働者側からすると、従業員としては会社が解雇の権利を留保した状態で雇用して就労しなければいけないということになりますので、従業員としては不安定な状況、不安定な立場にあるということが言わざるを得ないという状況。やはりですね、こういったところが一番トラブルになる根本の原因になっているというふうに考えております。では、使用期間をめぐるよくあるケースについて4つ取り上げてみたいと思います。まずはですね、使用期間中の給与の取り扱いですけれど、使用期間中の給与が本採用の社員より安いということ。こちらはですね、これ自体は違法ではないというふうに考えられております。では、使用期間中最低賃金以下にしたいという会社も中にはあります。こちらはですね、最低賃金法の第5条、第7条に記載されているんですけれど、
最低賃金を必ず下回ってはいけないというわけではなく、場合によっては最低賃金を下回っても良いという規定があります。こちらは最低賃金の 20% を上限に減額することが可能ということ。そして、労働局に対して特例許可申請というのを出して許可を得れば最低賃金を下回る賃金で使用期間中雇用することが可能となっておりますが、なかなかここまで、この賃金の引き上げというのが、継続的に行われている状況の中でこちらを使う会社というのは非常にレアかなというふうに考えております。また、使用期間中、社会保険は加入しなければいけないんですが、加入しなくても良いですかという質問もよくあります。こちらにつきましては、使用期間中であっても、要件を満たした場合は社会保険に加入しなければいけません。使用期間後の採用、本採用を前提としている雇用においては、社会保険への加入が義務付けられております。そして、加入を怠った場合は、罰則、そして罰金がありますので、注意が必要です。では、社会保険の加入義務ですけれど、要件を満たすというこの要件ですけれど、どのような要件かと言いますと、こちらは別の動画で以前もご紹介をしておりますけれど、会社によって今現状は異なるという状況になっております。これはですね、社会保険の適用拡大というのは進んでおりまして、会社規模に応じて社会保険の適用の要件というのが違ってきておりますので、ご自身の会社の規模がどのような規模でどのような社会保険の適用要件を受けているのかというのを再度確認をした上で、採用労働者の方が要件を満たしているかどうかを判断し、社会保険加入を進めてほしいと思います。そして続きまして、多いのがですね、使用期間の延長についてです。もちろんですね、使用期間の定めが、法律上明確な規定がないので、この延長に関しての明文の規定はないといった状況になっております。ただしですね、この使用期間のデメリットのところでお話をしましたけれど、労働者は不安定な地位にあることを考慮しなければいけないという形になりますので、この使用期間の無限な延長というのは労働者の不安定な地位を助長してしまうということに注意が必要です。この場合ですね、使用期間を延長すること自体は、不可ではありませんけれど、やはりですね、就業規則への明記が必要ということになります。そしてですね、就業規則が設けられている会社において、そこには書いていないけれど、個別で同意をもらっているというケースもありますけれど、この場合ですね、個別同意だけでは不十分なケースもありますので、きちんと就業規則を作成をしている場合にはですね、就業規則への明記も必要となりますので、注意が必要です。そして、無限に延長できるわけではなくて、延長の合理的な理由というのも必要になってきます。こちらはですね、当初予見し得なかったような状況が、生じたですとか、採用労働者の就業状況が不良であるですとか、その能力に対して適格性の疑義が生じた、そういった状況があるという合理的な理由がなければ、使用期間の延長というのは難しいと考えてください。ではですね、この使用期間の延長、永遠に延長ができるのかと言いますと、こちらもですね、使用期間、そして使用期間の延長自体に定めはありませんけれど、やはりですね、法律的な解釈としては無難には1年ぐらいが最大限かなというふうに個人的には考えております。そしてですね、使用期間の終了後に解雇をするというケース。こちらもですね、よく多く相談を受けるものではありますけれど、やはり使用期間の趣旨から考えた場合、本採用者に比べて広い範囲での解雇の自由が認められると考えられております。ただしですね、その使用期間終了後の解雇における取り扱いが新卒者等か、中途採用なのかによって少し、扱いが変わってくると考えております。新卒者につきましては社会人経験が浅いので、やはりですね、その適格性ですとか、そういったところの判断ですね、改善指導によって、
良くなる可能性があると考えられておりますので、こういった新卒者に関しては、まずは改善指導を行ってほしい。従いまして、これらがなく即本採用拒否というのは難しいと考えてください。中途採用も含めてですけれど、やはりですね、使用期間中何か問題があるような場合にはですね、使用期間終了後即本採用拒否ではなくてですね、途中でやはり改善指導というのが必要になりますので注意が必要です。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、使用期間の延長、そして本採用拒否を適正に行うためにということで、やはりですね、この延長ですとか本採用拒否の裁判になった場合、企業側が能力不足等を立証する必要があります。それに伴いまして、労働者の能力不足ですとか、勤務不良の裏付けの資料というのはきちんと揃えておく必要があります。また、労働者への指導、改善、そういったところの指導や面談内容の資料というのも準備をしておく必要があると思います。またですね、労働者自身における日報の作成と、それに対する会社からのフィードバックといったところもですね、やはり残しておくというのが必要になってくるかと思います。使用期間に限らず定期的な労働者との面談を実施をしていただいて、問題点の改善ですとか、従業員のモチベーション向上を図ってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。